こんにちは、月です。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、温かいコメント、いつもありがとうございます。とても感謝をしております。今日はお仕事、これからどうなっていくのか見てみたいと思います。選択肢のカードを並べております。左から A、B、C となっています。まずはカードのバッキングを見ていただいて、ここから選びたい方はこのまま選んでみてください。この後カードの絵柄を展開していきたいと思います。それではどうぞ。はい。ではカードの絵柄見ていきましょう。A さん、B さん、C さんです。選べましたか？はい。それでは A さんから順番にカードを並べていきたいと思います。はい、それでは A さん見ていきたいと思います。今日はもうすでにカードを展開した状態から始めていこうと思います。A さんのお仕事これからどうなるというところをカードに聞いて出しています。まずパッと来ているメッセージとしては A さんお仕事の中で上司の方とのトラブルだったり、何か困っているとかね、悩まされているっていうことがあったのではないかなと思います。力のある存在の方というメッセージが来るので、おそらく職場に長らく勤めていらっしゃって A さんよりも先輩の方、あるいは、A さんよりも年齢を重ねていらっしゃる年上の方っていう感じがします。その方との、コミュニケーションやり取りの中であったり、その方と仕事に取り組む姿勢であったり、あるいはもう仕事本来そこに取り組む方法手段、そういったものの違いであったり、そこに大きな問題を持っていらっしゃったのではないかなと、まずはカードを見た時に感じました。そしてですね、その上司の方であったり、周りのご年配の方であったり、その方からチクチク言われるようなこともあったかもしれないし、その方の仕事まで A さんが抱えなくてはいけないような、そんなこともあったのかもしれないですね。なので何かチクチク言われてしまうことも、口出しをされてね、A さんはこうしたいのに、いやいやこの方法じゃダメだよ、もっといい方法があるだろうと口出しをしてくれる、今してくれるっていう言葉がパッと出てきたんですけど、口出しをしてきた時に上司の方がね、周りの方がした時に A さんはその方のことをしっかりと、受け入れようという気持ちを持っていらっしゃって、その方の経歴だったりね、立場っていうものを尊重していらっしゃるから受け入れようとしているんだろうなっていうのがすごく伝わるんです。だから口出しをされているっていう感覚よりも、そういうアドバイスとしていろいろ言ってくれているんだろうなっていう気持ちの方が強いんだろうなっていうところですね。で、それがそういうふうにその方のことを尊重していらっしゃるからアドバイスをして受け入れているんだけれども、だけど実際には全く役に立ってないA さんはこうしてこの方法がいいと思ってやっていることで、明らかに現代においては A さんのやり方の方がスムーズにいくし、正しい判断であるんだけれども、その先輩なり上司なりの方の意見がこういうふうにやった方がこの仕事はうまくいくんだよっていうアドバイスをくれるから、その方法を取らざるを得ないような状況になっちゃっていたかなっていう感じがするんですよね。何か古いものを大切にしたいとか、伝わってきている伝統っていうものを大切にしたいっていう気持ちもすごくカードから伝わってくるので、A さんは A さんの、アイディアっていうものがあるんですね、仕事に対して。
そこを貫きたいんだけれども、だけど周りの方の方法っていうところも尊重しなくてはいけないっていう環境にいらっしゃるかな。なんかかえってね、そこが邪魔してしまってるんですよね。A さんの作り上げていきたいものを根こそぎひっくり返してしまうようなことにね、つながっていたんじゃないかなと思うんです。そうそう、なんかそういったことがね、ちょっとお仕事のこれまでの、歩みとしてカードが伝えてきてくれている感じがしますね。だから A さん自身がこう古くから伝わってきたやり方っていうのをひっくり返さなくてはいけないっていうお立場に今いるのかもしれないし、そうだな。そうだから、その古いやり方っていうのが A さんのやりたい仕事をなんかこうひっくり返してしまうようなことにつながっているのであれば、逆に A さんがそれをしなくてはいけないよっていうような環境があるかな。そう、古いやり方を A さんがひっくり返すんだよっていうところが来ています。でですね、じゃあこれからどうなっていくのっていうのが下の段なんですけれども、こちらはすごくね、とても素晴らしいカードが並んでいます。A さんが、思いとしてはコントロールしたいっていう思いが来ているんですね。これ車のカードが出ているんですけれども、ハンドルを握るドライバーになりたい、そこが A さんの希望として出ていますので、お仕事をしっかりね、この希望通りに行くのではないかなと思います。しっかり周りをこう見ていらっしゃる A さんだからこそ、ご自身がなんかこう先頭に立ってね、動いていくっていうのかな、そういうお立場になれるよというところが来ています。はい、そして A さんの感覚としてね、気持ちの面であったりっていうのもすごくピュアなものになっていくっていうことが出ていますので、必要でないものが削ぎ落とされて、しっかり自分自身の心をフラットに、内面をフラットにして周りを映し出していけるような状態になると言われているので、これまで少し悩んでいたり、どうしようと思っていたようなところはしっかりとクリアになっている状態にお仕事になっていくのではないかなと思います。と同時にですね、サクセス、成功のカードとグラティテュード、感謝のカードが来ていますので、何かあなた自身もお仕事に対してすごくやりがいを、感じていたり、自分が思っているようにやれるようになっていたり、とても、豊かにね、仕事に対して取り組んでいけるようになっているのではないかなと思います。そうですね。なので今すごく転換期に来ていらっしゃるのかなという感じがしますね。なんか古いものにとらわれるのではなく、ご自身のやり方に方向をシフトしていく、何かその環境というものを A さん自身がひっくり返して新しいものを取り入れていくような、そんな状況にね来るので、そんな状況がやってくるのではないかなと思います。そしてそれをやるにそのその行動を起こすにあたって、何か大きなトラブルを巻き起こすということではなく、すごくスムーズに、いけるのではないかなと思います。そうだね。なので誰かの怒りを買ってしまうとか、そういったことがね、カードからは感じないので、そうね。もう1枚ルノルマンで出したいですね。ちょっと待ってね。熊と蛇が出ているんでね、何かあなたをね縛り付けていたような、ものがあったのではないかなと思います。今ペロッと2枚めくれて出てきてくれました。そうですね、やっぱり何か、とても良い方向にね、祝福の花束のカードが出ていますので、変わっていくのではないかな。そして、庭園ガーデンのカードが来ましたね。そうだな、これ取引先とかそういったことも関わっ
ていらっしゃったかな。新しい取引先を開拓していきたいとか、あるいはこれまでのとお付き合いのあったお仕事関係のね取引先の方との、関わり合いの中で A さんはこんな風にしていけばいいなという手段があったんだけども、そこをね、いえ僕の時代はそんなことしなかったよとストップをかけていたようなことから、 A さんらしい手段を使って、A さんらしいコミュニケーションの方法で、関わっていくようになる。そこに喜びが集まってくる。なんかそんな感じがカードから伝わってきます。はい。では最後にフェアリーオラクルからですね、アドバイスを1枚もらってリーディングを締めたいと思います。A さんのお仕事へのアドバイス。A さんをサポートするメッセージ。はい。オータム、秋のカードが来てくれましたね。ですね、これはね、もう実りの秋、豊かさっていうところを伝えてくれるカードなんですけれども、みんな協力してみんなが豊かになれる方向に向かっていけるよって、そこを目指していくっていうことをね、忘れないでねっていうアドバイスです。だからやっぱり A さんね、この上司だったり周りの先輩の方であったりね、そこを置いていこうとかそういう考えはないんですよね。しっかり尊重していらっしゃるからこそね、悩んでいらっしゃったと思うんですけれども、そこがね、しっかりとこのねアドバイスのカードにも出ていると思います。誰一人置いていくことなく、お仕事のね、そのお勤め先にいらっしゃるみんなが幸せになれるような方向を向いて、あなたがねドライバーとなって舵を切ってハンドルを握って進んでいくことができるよって、そこを忘れないでくださいねというアドバイスかなと思います。はい。では A を選んでくださった方以上となります。何か少しでも参考になるメッセージがあると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。B さんのカードを展開しております。今日はカードを展開した状態からスタートしていこうと思います。はい、B さん、お仕事これからどうなっていくのということでカードを出しておりますが、まずカード全体からパーッと、メッセージが来ているのは、静かな時間を迎えますよというところが一番強いです。まずね、現状のところを、こちらのね3枚現状、これまでから現状に至ってのお仕事の経緯であったり状態を出しているんですけれども、これは見てくださっている方それぞれによるとは思うんですけれども、おそらく B を選んでくださった方は転職を考えていらっしゃるんじゃないかな。そんな感じがします。今現在のお仕事に対してね、何か楽しさであったり喜びであったり、そういったものを見出せない状態なのかな。何かね B さんの願望としてね、お仕事に対して、もっと色を見ていきたい、もっと違う世界を見ていきたい。今の世界がねモノクロの状態になってしまっているんですよ。でそこから飛び出してもっとカラフルな世界を見たいっていう気持ちがすごく伝わってくるんですね。で何かそういったね、転職っていうものを考えていらっしゃるのではないかなというところなんですけれども、お仕事を変えるっていうところまでは行っていなかったとしても、今の現状のお仕事に何か新しいものを発見したいなっていう気持ちが生まれていらっしゃるんです。そこに対してすごく行動したい、動いていきたいっていう気持ちを持っていらっしゃいます。だからね、そうだな、もうお仕事そのものを転職されたいっていう方もいらっしゃるし、今の仕事の状態から新しいものを見つけてワクワクしていきたい、
そんなね気持ちを持っていらっしゃる方もいるのかなというところです。でね、何か新しいことをやろうとするとそこに邪魔が入っている感じがするんですね。そしてその新しい計画だったりアイディアというものが頓挫してしまう、そんなところが来ているんですけれども、でもそれを何度も繰り返していったとしても B さんはやっぱり自分でね、何かお仕事っていうものを開拓していきたかったりっていうなんか強い情熱を持っていらっしゃるんですよね。やっぱりそこがねすごくねなかなかできない困難ななんかこう大きなね障害として立ちはだかってますよって出ていますね。なので B さんのやる気だったり新しいものを開拓して道を切り開いていきたいっていうところが、今の仕事ではなかなか叶わないのではないかな。すごく達成するには長い道のりだし、大きな困難となっているよっていう感じが今までの状態としては出ています。はい。そしてね、そこからね、これからどうなっていくのというところでは、すごく静かなカードが出てきてくれているんですね。一旦休憩っていう感じがするんです。何か自分のパワーをこうチャージしていくための穏やかな時間が必要で、自分のね自分だけの時間だったり一人になる時間っていうのが必要なのかなっていう感じが出ているんですね。でそこを、過ごすことによってあなたのエネルギーがしっかりチャージをして、そしてなんかこう動いていけるようになるよっていう感じが出ています。ちょっとね、なので今までのお仕事の環境っていうところからガラッと変わっているのでね、これはちょっと全ての方に当てはまることではないと思うんですけれども、お仕事を退職されて一旦休憩する時間っていうのを持たれるのかなっていう感じはちょっと強く出ています。はい。もう少しね出してみようと思うんですけれども、そうだね、ちょっと待ってくださいね。これからのお仕事どうなるっていうところでもう少し補足をねください。サンクチュアリー。はい。やっぱりね同じなんですよね。自分だけのサンクチュアリーを見つけてくださいっていうところ、つまりですね、そうね、なんかこう喧騒から離れて自分らしく自分をしっかりと、守れる場所に行くことによってあなた自身のパワーが、なんか再チャージされるよっていうところがすごく強く出ています。なのでそうね、もしかしたらねちょっと今ね変わりたい、変化させていきたいっていうところにすごくこう行動的なね、なんかそういう、能動的なエネルギーがね来ているような状態だったのかなっていうところなんですけど、一旦落ち着く、一旦こう呼吸を整えていく、なんかそういうことによってあなた自身が、今の仕事に対してしっかりともっとこう大きな視野、広い視野を持って見渡していけるようになるよと言ってきてくれているのかなと感じますので、ちょっとね冷静にねなった状態で新しく仕事っていうところに向き合っていけるようになるよっていう流れがね来ているのかなと思います。選んでくださった選択肢のカードもとっても静かなねカードが来ていますので、ですので今何か取り組んでいらっしゃるお仕事に対して自分のなんかこうね新しい発見をねたくさんしていきたいと思ってい
いらっしゃる方であったとしても、お仕事を新たに変えて転職をしていきたいと思っていらっしゃる方であったとしても、流れとしては一旦静かな自分だけの時間、自分のとしっかり向き合うことによってもっと広い視野を持って仕事っていうものを見ていけるようになる時がもうすぐやってきますよとメッセージは伝えてきてくれているように思います。今ね、望遠鏡でね一点をこう覗いている感じがするんですね。なんかそこからこの船に乗ってなんか高い場所から自分のね下に広がっている世界を見渡せる、周りをすごくね見渡せるようになって、こういったこともあった、こういったこともあった、自分の今いるポイントはここだなっていうのがすごくよく見えるようになるよと言われています。はい、そういったお仕事の流れがやってきているよと言われていますので、なんかもしかしたらねちょっと今ねこう情熱的になりすぎて視野がね狭くなっちゃって、もうこれだっていうものしか見えなくなってしまっているのかもしれないですね。なのでなかなかこの山を乗り越えていく方法が見えないっていうところなのかもしれないです。そこがね、この山がねこう船に乗ることによって山全体像が見えるようになって、ここに道があるんだなっていうルートがね、見えてくるようになるのではないかなと思います。はい、では最後にフェアリーオラクルからアドバイスをもらいたいと思います。はい、すごく軽くなるって言われていますね。何か抱えていらっしゃったものから解放されて身軽になってふっとねこう飛び立てるよっていうね、そんなアドバイスが来ていますので、これね借金の清算っていうねカードなんですけど、そうですね、やっぱりなんか軽くなった状態になれるっていうことなので、なんかこうね、陽のエネルギー、陰のエネルギー、そのねどちらに偏ることもなくバランスが取れるのではないかなと思います。そしてそれがアドバイスとして出ていますので、そういう方向に自分は今ねシフトチェンジしているんだなっていうね思いを持って過ごしていただけるといいかなというね、そんなところです。では B を選んでくださった方以上となります。ご視聴いただきどうもありがとうございました。では C を選んでくださった方のカードを展開しております。今日はもうカードを展開した状態からスタートしていっています。ですね、C さんすごくお仕事の状況ね、素晴らしく輝いているっていう感じがします。ルノルマンカードがね、太陽のカードと狐が出てきてくれているんです。太陽はすごく本当にパワフルで良いエネルギー、行動力、そういったものを教えてくれる、成功を教えてくれるカードだったりしますし、狐っていうのはもうお仕事を象徴するカードであったりします。どちらかというと組織的な中にいらっしゃる、お仕事をね教えてくれるカードなんだけれども、自分の知識だったりね、専門的な知識、経験、能力、そういったことをうまくねお仕事に活かせているよっていうのがこのルノルマンカード 2枚から伝わってきます。そしてハーモニー、ファン、楽しみ、そしてスポンタニティ、自発性とかかな。この3枚からもねすごくお仕事を楽しんでいるっていう感じが伝わってくるんです。周りの方と協力しながらね、なんかこう足並みを揃えてお仕事をしてらっしゃるんじゃないかな。なんかそこがすごく伝わってくるんですね。そんな中で今 C さんは何か自分自身が自発的に行動を起こしていかなくてはいけないっていうね時期にいらっしゃるのかな。すごく楽しくて、すごく周りの人たちと調和をね、してそこを大切にしながら過ごしてきたんだけれども、そこから一歩飛び出す時が今やってきているのかなという感じがするんです。というのも下のカードを見ていくと、
こちら側がこれからどうなっていくのというところで出しているんですけれども、ダンブルドア先生出てきてくれましたね。このカードね、私はダンブルドア先生って呼んでるんですけど、そうだなまず一つはとても素晴らしい、何かあなた自身が喜びを感じ取れるようなそんな状況にね、お仕事になっていくよっていうところが来ているのと同時に、あなた自身がすごく自分の力を使って大きな決断をしていくようなそんなね流れがやってきているっていうのを伝えてきてくれているんです。C さんのお仕事に対しての望みっていうところをここに出しているんですけれども、コミュニケーションのカードが来てくれています。やっぱりね、すごく周りの人たちとのね、なんか関わり方っていうのを大切にね、お仕事でね、なんかそこを大切にお仕事を取り組んでいらっしゃる気がするんですね。で、そういったところを引き続きこれからも自分の、お仕事に対するモチベーションとして持ち続けていきたいっていうところがすごく伝わってきます。もしかしたらなんですけれども、お仕事そのものがすごくコミュニケーションを大切にするような内容のお仕事である可能性もありますね。電話を使ったやり取りの多い職場であったりとか、あるいはそういったコミュニケーションツールをセールスするようなお仕事であったりとか、ラジオに関わっていらっしゃる方かもしれないですし、言葉のやり取り、会話、そこがとっても大切になってくるようなお仕事に携わっていらっしゃるのかな。そういった感じもします。ですので、コミュニケーション能力っていうのをすごく必要とされているお仕事だよっていうところは、一貫して伝えてきてくれているかなと思います。見てくださっている方がね、いろんなお仕事あると思うんですけど、そこは変わらずコミュニケーション能力っていうものが大切になってくる職場だよっていうところは、伝えてきてくれています。ですので、そんなにね、電話とか、会話の多くない職場だよっていうことであったとしても、周りの人たち、同僚の方とのコミュニケーション、会話、足並みを揃えていくとか、そういうところを大切にしているっていうねことで、カードは出てきてくれているように思います。そしてそこに対して C さんの持っている力を思う存分発揮できるよっていうところが流れとしてやってきているんですね。現状もそうなんですけれども、さらに一歩進んだステージアップした力としてそこを生かしていけるようになるよっていうところが来ています。で、ダンブルドア先生が来てくれているのもあるんですけれども、何か重要なポジションを任される流れが来ているかなっていう感じがするんです。一歩前にね、自分が進んでいくっていうところも来てるので、グループのリーダーに就任するとか、部署のリーダーに就任するとかね、あるいは代表になるっていう部分、会社のね、そういう大きなお役目をね、もらって昇進するっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。どちらかというと自立して独立してっていう感じよりも組織の中でっていう感じがしますので、何か C さん自身がコミュニティをまとめていく、その代表になっていく、そんな流れが来ているかなと思います。なので、そのコミュニティを引っ張っていくにあたって決断を C さんがしなくてはいけないような場面も出てくるかもしれないですね。この仕事を取っていきましょうとか、この方法でやりましょうとか、何か指示を与えるような立場になっていくっていう感じがすごくします。そしてそこに対して C さん自身も持っていらっしゃるコミュニケーション能力使っていけるのではないかな。すごくね、ここ男性の写真がね出てきてくれていますので、陽のエネルギー、動くエネルギーとしてしっかりと持っていらっしゃる力を発揮していけるのではないかなというところです。お仕事すごくいい流れがやってきているのではないかなと思います。では最後にアドバイスをフェアリーオラクルカードからもらってリーデ
ディングを締めていきたいと思います。では一つ飛び出してきてくれました。ニューホームですね。はい、何か大きな動きがありますね。環境が動いていく、そういったことがやっぱり起こるのかな。はい、それに対して、もうね、後ろ向きになる必要はなく、新しい居場所へ動いていく、ステップアップしていく、方向性が変わっていくかもしれないけれども、そこでしっかり自分の力は発揮できるし、自分らしくあれる、そこを目指して動いていっているところなので、忘れないでくださいねというアドバイスが来ています。はい。では C を選んでくださった方、何か少しでも参考になるメッセージがあると拾っていただければ嬉しいです。ご視聴いただきどうもありがとうございました。